3ヶ月で寿司握れるようにしてくださいっていうところからまずスタートしたって感じ。なるほどね。寿司職人でも直接この出した瞬間にうまいとかこのレスポンスが返ってくるじゃないですか。そこにすごいやりがいも感じて、まあ寿司が好きだからだね、簡単に言うと。いらっしゃいませ。おはようございます。小さなの。あ、どうぞ。全然もういつも通り。今から豊洲に車で行きます。で、仕入れですね。今日金曜日なんで金土日の3日分を仕入れしに行きます。今日仕入れるのは、まあ、いつも決まってる光もアジとか、今サワラいいんでサワラとかカマス、あとブリと、マグロ関連、まあ、例えばボタンとか甘エビとかと、あとあれだ、カニ、ね、今セコガニとか時期になっていた11月の6日から解禁になったんで、その辺は仕入れます。じゃあ仕入れに行ってきます。いいですね。いや、ここのカニめっちゃ生きがいいのよ。動きがね全然違うの。次は野菜。今日はねクエを買いました。クエ、初めてクエ。あとはまあいつも通りなんで、でも昨日も仕入れしてるんで、昨日またアワビとかその辺仕入れしてるから、合わせて仕込んでいきたいと思います。今日まとめて。よいしょクエとか仕入れて初めて仕込むんで楽しみっすよね。開いてみてどんな魚なのかとか。今日ね仕入れた中で言うと、でも黒ムツすごい良さそうやった。あとねこれなんでしょう。それ高市首相かな。それこれ高市さん内容ね違うこれはねうちで売れ筋の商品なんで、ケーキのフルーツね。ケーキのフルーツ、今日からちょっとフルーツ変えたんで、歌舞伎寿司の人とこう共同で借りてるんよね。なんで10時ぐらいになったら、歌舞伎寿司の人が仕込みに来るから、それまでちょっとうちで仕込んで、で来たらちょっとのけて、よく手袋つけながらやってる人とかもいるけどね、本当はそうした方がいいんだろうけど、これは素手でやりたい派。この TikTok の撮影とかね、握る場所でやってるんですけど、あっちは魚を握るだけというかお客さんに提供する場っていう感じなんで、仕込みはねこっちでやってるんですよ。このカマスね、これ長崎県のカマスなんだけど、もう今このさばいてる時から結構手が油、ほら見て、今ちょっと使っただけなんだけど油ごっつりついてるでしょ、白いの。普通こんなんならないからね。
いつもこんな静かな中淡々と一人でやってる。そうそうそう、淡々とね魚と向き合ってるわ千葉県銚子の金目、千葉県銚子の金目がもう絶品なのよね。全然違う、油のりとか味とか。怪我しそうで怖いんだけど、これかなり強力なのこれ。魚の骨とか金目とかね、これ置いてるんですけど、これはだし、魚のだしとか取って味噌汁にしたりとかするんで置いてます。うまいね、だしが取れるんで余すことなく使います。初めてのクエでかい。クエの鱗はね細かくて、こういう感じで鱗かきとかではね取るの向いてないのだから、こうやって包丁で突き引きっていうので取っていく。最近仕入れさせてもらってる仲卸屋さん、魚屋さんがあるんだけど、そこの人がこんなもん仕入れました、どうですかっていうのでねお話もいただいたんで、基本そうやって魚屋さんに勧めてもらったものとかっていうのはやっぱいいものが多いんで、実際に自分で見て良さそうだったら仕入れてみたりとか、あとクエ触ってみたかったんで、寿司やり始めて2年とかだから、まだ触ったことない魚なんて無限にあるし、知らないこともいっぱいあるから、こうやっていろいろやっぱ勉強しながらね、楽しいよね。だからまだまだやれることがあるから。うわーすごい、全部油だよってすごくない？すごいね、金目の倍以上ある。よし、で、じゃあこれでまた寝かしていきます。一旦とりあえず1時の仕込みは終了。ここから一旦伝票関連整理しようかな。仕入れした分の伝票を整理します。今から一旦ご飯食べに行って、でその後ちょっと買い出ししないといけないものがあるんで買い出しして、でカフェ入ってアワビとかね仕入れてるものあるんで、それをちょっとどういう風に仕込もうかっていうのを考えていきたいと思います。なので行きます。とりあえず腹ごしらえ。風呂は一番最後に余った時に風呂入る。パッとね。じゃあ仕込み車両やっていきます。もうまた来ないんですけど人。終わり。トラブル、いいっすね。なんか YouTube 完璧じゃないですか、めちゃくちゃ的に。いやいや、もうドラマがあって。ドラマがあって。もうやばいっすよ。もう辛い。もともとね今日3人の予定なんですけど、2人とも体調不良っていうね、しょうがないんですけど、それを優雅にお風呂入って、そんなやってる場合じゃなかったっていう。
大将、あなたにとって寿司とは。いやいや、このタイミングじゃないやろ絶対に。絶対もう最後の方やろ米が炊けたんでシャリをやります。寿司屋のお米って古い古米でなんか1年寝かした米を使ったりするんだけど、うちはもう新米使ったりして普通にご飯としても美味しいやつを使ってるんだよね。割と他の寿司屋と違うかも。新米だから水分より持ってるんだよね。そこの調整とかはしっかりしないといけない。水分量とか、あともっと言うとこのシャリの切り方とか。よし。かしこまりました。じゃあ8時から2名様でご予約をお取りしてますので。いらっしゃいませ。どうも。どうもあどうもどうぞどうぞ。どうしましょうか、コース。じゃあなんかこの間食べたコースと同じやつ。同じですね。かしこまりました。いや、ワンオペやばいっす。だから8時から1人来るんですけど、それまで1人なんで。今日はあれですね。すごいおとなしい感じですね。やめて前菜のカニですね。うまっ。これは大ズワイガニです。うまっ。美味しい。美味しいですか。そう。まあ。先に炭のやつがついてるんですよ。へはい。なんで炭の香りがするっていう。めっちゃいい。はい。普通のバーナーだとやっぱちょっとガス臭いかったりとかするんで。でも炭置けないんでうち。サワラです。ビジュがいい。ビジュ大事ですからね、寿司。うん。うまい。立地がマジで神なんですよ。ここですか。この辺でこのうまい寿司食えることが。ああ。貴重ないですかね。わざわざ遠いとこまで行くとね。うん。移動がまたね大変だしね。アジです。アジは毎日営業前すぐにおろすって感じなんで。へえ。アジちょっとねレベチでうまい。そう。ビールください。ビロ。レベチでうまい。やばい。美味しすぎる。この寿司ねちょっとびっくりして、ね。感動しろ。嬉しい。嬉しい。結構食べること多かったりしますけど、はマジでうまいですね。い。嬉しい。嬉しい。ブリです。ありがとうございます。うまっ。どうぞ。クエですね。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございます。はい、じゃあまた来ます。またお願いします。よろしくお願いします。ありがとうございます。ちょっと仕込みとかしなあかんからさ、ちょっとこっちお願いしといていい？髪の毛切ったん？お腹に切りました。髪切ったね。仕込みます。今日一人体調不良で休むっていう段階でやばいと思ったから、誰か出勤できる人いませんかって言ったら、私出勤できますよって言ってくれて来てくれた。あの子ね、いつもなんかシフトとか見てこの日人いないんじゃないんですかみたいな、いないんだったら私入りますよって言って入ってくれる。めちゃめちゃ助かってんだよ。だからあの子
サワラでかいよね。これサワラはさ、入荷するときこうやって入荷されるのよ。サワラだけ発泡スチロールの上に乗っかって入ってくるのね。見割れがさすごいしやすい魚なの。だから普通に魚だけで来るとこう折れ曲がったりするじゃん、長いと。だからその見割れを防止するためにこうやって発泡スチロールでね入れてくれんね。今もうめちゃくちゃうまいから、このサワラうまみがね半端ないの。油がしっかり乗って、だから今だいたい1貫目で特選の1貫目で出すんだけど、みんなうわうまっってなるから。そうね、最初はやっぱり薄味から出すっていうところとか、その日の仕入れによって変えるんやけど、基本的には薄味で出してたんだけど、まあなんかその一口目って割と印象をつけるから、最初と最後1貫目は割とその日のおすすめのうまい白身を持っていくようにしてる。from 山形県、ブラックフォックス、乾杯。OK、Thank you。乾杯。ありがとう。乾杯。乾杯。ボニート、スナッパー、ジャパニーズサーモン、バラクーダ。ソイソース。エンジョイ。なんかわさびの握りが欲しいとか言い始めてさ。スーパーファティトゥーナ、大トロ。スキャップ。スペシャル12ピース、コースアピタイザー。ボニート、ジャパニーズサーモン、スナッパー、リアルテ、バラクーダ、わさび、ソイソース。エンジョイ。クエ。クエばっかり引いてくるな。クエ。今日おろしたクエだよ。クエ。So you went from like ホースマッカロー。 number 2 to number 4. Because I think back How's mackerel? the number Toronto risen. いただきます。洋梨？ラフランス。ラフランス。 Yes。ラフランスで出すの第1号。 The one that Jack Sushi. got あ carded りがとう。It's regular for people to like come. Green tuna, medium fatty tuna, super fatty tuna。天身という部分ですね。マグロの一番赤身の部分でも柔らかい部分。出るか？ Okay. This way. Okay. パスピース、おまかせパスピース、スパニッシュマカロン。じゃあそれで特選にしますか？はい。ありがとうございます。好き嫌いとかある？パクチーだけ。パクチーだけ。はい。じゃあパクチー大盛りで。あ、違う。逆に。 Yeah. そう。 It was a shell. Did you eat a shell? その人にイエローテ特選ー。イエローテー。イエローテー。結構エグいじゃん。うまいじゃないですか。うまっ。 Yeah, because I know.
I will try this. And Ali will have two. so good, so good. Try it. Yeah, easy. So good. Go on, Mark. よいしょ。 Let me. 中太郎。待って、めっちゃうまい。え？なんかチーズケーキって作れないです。やっぱ固まっちゃうというか、やっぱ冷やすと固まってきちゃう。これマジでふわふわ。すごい。センスしかないんで。やかましい。僕だから食べるのめっちゃ好きなんですよ。そもそも。はいはい結構いろんなところ食べに行くんですし、だからまあ僕も結構パクリ多いですよ。言っても。だからここのこれ美味しかったなを持って帰って自分なりに若干アレンジして作ったりとか。これも漆塗りやからまあまあいいね。これ3万だよ。すごい。これ11万。まあでもなんか寿司のやつって基本高いじゃないですか、周りのものが。もちろん安いもピンキリもあるけど、ある程度ね、いいものでやった方がこっちも出す時になんか自信が出るっていうか。いやでもそれってめっちゃ大事ですよね。そうこれ以上いいものないぞ的な感じでね。まあ寿司が好きだからだね、簡単に言うと。きっかけはまず「ノンタイトル」っていう番組に出て、もともと教育の授業をやりたかったんですね、僕。最初打診したのがビジネススクールみたいなやつで、でもなんかそれはまあ通らなくて、じゃあ違う切り口でなんかないかなみたいな話をしてた時に、まあ一部の人には寿司職人っていうのがすごく人気があって、そういう学校まであるっていう話を聞いて、どこの学校ももう何ヶ月待ちで、そこから入ってまあビジネスにもなりそうやなっていう部分と、教育っていうところも叶えられそうかつ、僕めっちゃ本当に寿司が好きで、将来なんかその年取ってもうなんかやることなくなったら寿司屋でもやりたいなみたいなことを言ってたんですよ。そしたらそういう感じで寿司に出会ってしまって、で次その寿司職人を育てる学校をやろうと思って、でそれを打診したんですよ。それも通らなかったんですね。で、まあ、そもそもその反対意見が、そんなたった数ヶ月で寿司職人なんかになれるわけないみたいな。業界的にその、飯炊き3年握り8年みたいな言われてて、10年以上かかるって言われてるんですけど、それを数ヶ月でできるわけないでしょみたいな感じですごく言われたんで、次の日に3ヶ月で寿司握れるようになったろうって言って、で前の歌舞伎寿司っていうところあるんですけど、その大将にお願いして3ヶ月で寿司握れるようにしてくださいっていうところからまずスタートしたって感じです。なるほどね。寿司握れるようになったらやめようと思ったんですよ。なんですけど、やればやるほどどんどん楽しくなってきて、これ飲食ってなんか面白いのが、その自分で全部その素材とか集めて調理して提供してお客さんが喜んでもらう、このなんか全部の工程がワンパックになってる仕事じゃないですか。すごい自己肯定感も上がるし、でも直接この出した瞬間にうまいとかこのレスポンスが返ってくるじゃないですか。そこにすごいやりがいも感じて、で今やってる中で海外の人にもすごい、確かにさっきね、海外のお客さん結構いらっしゃいましたもんね。だから日本だけじゃなくて世界にもこういけるなっていうところで、確かに寿司をやってますね。で店で今ね寿司職人になりたいっていう子が5、6人いるんで、その子たちに教育を、そう教育、自分の店持ちながら教育して、で実際にその子たちも海外行きたいとかいう子いるんで。でもリアルにめっちゃうまかったです。いや嬉しい嬉しい。びっくりしました。めちゃめちゃいいお客さんやん。最初なんかもうしんどいやつ来たな。おいやかましいわ。I just looked for it today right now, and this has the highest rating. Bonito. And what is this green? Green onion and ginger. Green onion and ginger. Green onion Wow. and ginger. ちょうどシャリがなくなりましたよ。
take by hands. Okay. Eat. あ韓流でしょ。Cool. Good. Thank Thank you so much. I you. appreciate it. Thank you. ありがとう。ありがとう。Thank you. Good night. Good night. あーしゃー、お疲れ様。お疲れ様でした。チャリも終わりました。ちょうど。すごい。なんなんそのコーラ。これ吉田さんの。これ見てこれ。どう思う？これさ、いっぱい書いてんやけど、これね、さっき下に思いっきり落としまくってたコーラ。それを俺に飲ませるってどういうこと？ハートハートハート。うるせえ。うるせえよ。はい。頭回ってない。お疲れ様です。お疲れ。